スペックご利用至上市のせいで月1000万円無駄にしてた。サーバー増やせば全部解決するんだよ。コード最適化で 90% 削減できるんだが。俺は28歳のバックエンドエンジニアでパフォーマンスチューニングが専門だ。中堅 IT 企業で自社 EC サイトのバックエンド開発を担当している。ある日サイトのレスポンスがやたらと遅いという報告が上がった。商品ページの読み込みに10秒もかかるんですけど、顧客からクレーム殺到してます。すぐに原因を調査することにした。ログとクエリを解析してみるとめちゃくちゃな実装が見つかった。 N+1 クエリ問題が大量に発生してる。商品100件表示するのにデータベースに1000回もクエリ投げてる。それはやばい。しかもインデックスが全然貼られてない。100万件のテーブルをフルスキャンしてる。キャッシュも使ってないし毎回データベースに問い合わせてる。基本中の基本ができてないや。さらに調べてみると非効率な SQL が大量に存在した。 SELECT で前から無取得してるし WEREQ にも関数使ってインデックス聞かせてない。サブクエリも非相関にできるのに相関サブクエリになってる。ダメじゃん。データベース接続も毎回開いて閉じてを繰り返してる。コネクションプールすら使ってない。これ誰が書いたコードなの？しかもトランザクション管理もめちゃくちゃ。不要なロックを長時間保持してる。レッドロック待ったなし。俺は詳細な改善提案書を作成した。 N+1 問題の解消にはイーガーローディングを使えばいい。インデックスは検索条件に使う。カラムに追加すればいい。レディスでキャッシュ層を追加すればデータベース負荷が激減する。これで10倍は速くなる。改善にかかる工数は2週間程度だ。完璧な提案じゃん。上司に提案書を提出した。なんだこれは。パフォーマンス改善の提案書です。コードを修正すれば10倍速くなります。そんな小手先の技術で解決できるか。サーバーを増やせば全部解決する。それが一番確実だ。でも根本的な原因を直さないといくらサーバー増やしても無駄なクエリは減りません。お前に何がわかる。俺は20年この業界にいるんだぞ。ステックで解決するのが常識だ。20年間何学んでたんだよ。今月中に10台サーバーを追加する。これで解決だ。10台も月額500万円くらいかかりますよ。必要経費だ。お前の提案なんか却下だ。これはひどい。上司の判断で10台のサーバーが追加され月額500万円のコスト増となった。確かに一時的にレスポンスは改善した。しかし根本原因は解決していない。無駄なクエリは相変わらず飛び続けている。また遅くなってます。ページ読み込みに15秒もかかる。アクセス数が増えたことで無駄なクエリの影響が再び顕在化した。サーバーがまだ足りないようだな。さらに10台追加する。ステック増強が王道だ。さらに10台月額1000万円になりますよ。年間で1億2000万円ですよ。お前は黙ってろ。理論ばかりで実践力がない無能が。どっちが無能だよ。俺の提案なら2週間と開発コスト200万円で解決できるのに。お前の提案は却下だと言っただろ。次同じこと言ったら降格させるぞ。完全にパワハラじゃん。俺は何も言えなくなった。家に帰ってすでに書き込んだ。パフォーマンス改善の提案を却下されてサーバーに10台追加で月1000万円の無駄遣い。マジで無能上司だな。月1000万円って年間1億超えるじゃん。証拠を作って役員に直談判しろ。パフォーマンステストとかできないの？パフォーマンステスト。改善前と改善後でベンチマーク取れば数字で証明できるだろう。なるほど、やってみるか。翌日役員会議が開かれた。月額1000万円のインフラコストについて CFO から質問が出たらしい。月額1000万円は少々高すぎないか。年間で1億2000万円だぞ。サービスの安定性のためには必要不可欠な投資です。パフォーマンス問題を解決するにはサーバーを増やすしかありません。他に方法はないのか。部下からコード修正という提案がありましたが、
そんな小手先の技術では解決できません。私の20年の経験から言えば、ステックで解決するのが最善です。嘘つけ。まあサービス安定が最優先だ。コストは仕方ない。分かった、承認する。ダメだこりゃ。俺は会議に呼ばれることもなく、上司の言い分だけが通ってしまった。CFO からコスト承認が下りたぞ。俺の判断が正しかったということだ。お前みたいな理論だけの無能とは違う。一致。大丈夫か？ああ、大丈夫だ。上司、お前のこと無能扱いしてるぞ。会議でも散々バカにされてたらしい。そうか。でもお前の提案の方が正しいと思うぞ。N+1 問題とか俺も見たけど、あれは直すべきだよ。ありがとう。俺、証拠を作ることにした。証拠？パフォーマンステストだ。現行環境と改善後の環境を用意して、徹底的にベンチマークを取る。数字で証明してやる。おう、それいいな。何か手伝えることあったら言ってくれ。頑張れ一。週末、俺は自費で AWS 環境を構築した。まず現行環境を再現した。本番と同じコード、同じデータ量で、次に改善版の環境を構築した。N+1 問題を解消するため、イーガーローディングを実装した。適切なインデックスを追加した。レディスでキャッシュ層を導入した。SQL も最適化した。完璧じゃん。そして徹底的にベンチマークを実施した。アパッチベンチで負荷テスト、ニューレリックでパフォーマンス計測、本番同等の負荷をかけて検証した。同時アクセス100ユーザー、リクエスト数1万回で負荷テスト、データベースのメトリクスも全て計測、クエリ実行回数、実行時間、CPU 使用率、メモリ使用率、全てを詳細に記録した。本気すぎる。結果が出た。現行環境のレスポンスタイム平均10秒、改善後の環境のレスポンスタイム平均1秒。10倍早い。スループットは10倍に向上。必要なサーバー台数は現行の10分の1で済む。すげえ。詳細なレポートを作成した。グラフ、ベンチマーク結果、改善内容の詳細、コスト試算、全てを100ページ超えの資料にまとめた。現行環境、月額1000万円、改善後月額100万円、年間削減額1億800万円。これで完璧だ。 CTO、CFO、社長に直接メールを送った。返明、パフォーマンス改善により年間1億円以上の削減が可能です。翌朝、CTO から返信が来た。すぐに緊急役員会議を開きます。本日14時に役員会議室に来てください。レポートをプレゼンしてください。来た。会議室には社長、CTO、CFO、そして上司が揃っていた。お前、勝手に役員にメールなんか送って。では始めましょう。君のレポートを見せてくれ。はい。俺は詳細なレポートをプレゼンした。現行システムのパフォーマンス問題。N+1 クエリが1ページあたり1000回発生。インデックスの設定によるフルスキャン、キャッシュ層の欠如。これはひどいな。そして改善案を実装した環境でアパッチベンチで負荷テストを実施しました。結果、レスポンスタイムは10分の1、スループットは10倍に向上しました。データベースクエリ数も1000回から1回に激減しました。 CPU 使用率は 90% から 100% に、メモリ使用率も 70% から 20% に削減。これはすごいな。10分の必要なサーバー台数の10分の1で済みます。年俸月額1000万円、改善後月額100万円、年間削減額は1億800万円です。1億800万円。これは合理的だ。質問がある。この最適化、本番環境でも再現できるのか？はい。テストは本番と同じデータ量で実施しました。本番データベースのスナップショットを使っています。実装コストはどの程度かかる？コード修正なので追加コストはほぼゼロです。開発工数は約2週間を見込んでいます。リスクはないのか？
段階的なロールアウトを計画しています。まず 5% のユーザーでマリアリリース。問題なければ徐々に拡大します。完璧な計画だ。待ってください。この検証は信用できません。本番環境とは違う条件かもしれない。本番データをダンプして使っています。データ量、クエリパターン、すべて本番と同じ条件です。それでもコード修正にはリスクがあります。新しいバグが発生するかもしれない。完全なテストツイートを用意しています。カバレッジ 95% です。完璧すぎる。ところで君は数週間前にも同じ提案をしたとメールに書いてあったな。はい、上司に却下されました。なぜ却下したんだ。それはステックで解決する方が確実だと。この判断で年間1億円以上を無駄にした看過できない問題だぞ。君は技術を理解していないのか。いいえ、私は20年20年の経験があってこの判断か。恥ずかしくないのか。すぐにこの改善案を採用する。君がプロジェクトリーダーだ。ありがとうございます。俺がリーダーとなり1ヶ月でパフォーマンス改善を完了した。レスポンスタイムは平均1秒以下。サーバーコストは月額100万円に削減。月額900万円の削減に成功した。ゲージの読み込みが超速い。顧客満足度が 20% も上がりました。売り上げも増えてます。すごいよ一致。開発効率も上がった。コードも読みやすくなったし、バグも減った。やったぜ。君の功績を評価してシニアエンジニアに昇進してもらう。年収は200万円アップだ。それと特別ボーナス300万円を支給する。ありがとうございます。上司はどうなったの？上司はというと、技術を理解せず年間1億円以上のコストを無駄にした責任を問われ降格処分となった。地方拠点の一般社員に異動となり給料は大幅にダウンしたらしい。ざま。因果応報。俺の改善手法は全社標準となり他のプロジェクトでも数千万円のコスト削減に成功した。技術カンファレンスからも登壇依頼が来て技術書の執筆オファーももらった。すごい。パフォーマンステストという明確な証拠が全てを証明してくれた。数字は嘘をつかない。最後まで読んでくれてありがとう。主をつ。めっちゃスカッとした。グッジョブ。お疲れ。